チェンバーボーン。アップデート7。ビーバーの数が増加し食糧難に陥るもギリギリ犠牲者を出さず乗り切った我らがビーバー。離れたクレーターをせき止めて貯水をする工事にも着手。さあ繁栄を求め開発を続けるぞー。はっぱー。マップの一番低い位置に推進を合わせ、無駄なくポンプで組めるようにする工事。それなのにポンプ下を掘り忘れるのがうちのレイムさんだ。はっはっは、やらかしやらかし。開き直るんじゃねえよ。クレーター貯水湖のせき止めは半分くらい終わった模様。周囲に生えてた木も現地調達により更地になった。やっはー、奥の水源の水が中央に流れたぞー。垂れ流しじゃ溢れちまうから水位には気をつけろよ。あいよ。でクレーター貯水湖の工事はこれで終わりじゃなくて、まだここもせき止める必要があります。汚水の源のクレーターに流れちまうのか。まあ害はないけど後で埋めます。ほい仕上げ。これでもう水の心配はないな。水だばー。溢れる方の心配があったか。水位が下がると農場が枯れる問題も残ったまま。水は汲めるが汲み続けるのも問題ありだ。これもどうにかしなきゃ。最初に作ったスクラップ回収の遺跡がついに枯渇。今までクソお世話になりましたやっつけ仕事農場爆破じゃー。危ねえな、農家さん横で仕事してんだろうが。訓練された農家なので平気です。嘘をつくな。さっきの爆破で一段水位が下がっても平気だと思うけど、さらに下がってもいいように推進を合わせたい、けど、ただいまの爆薬の在庫は4個、これ全部設置すんのにどれだけ時間がかかることやら。ダメだこりゃ。てなわけで推進を深くするのではなく、常に一定に水位を保てるように注水するシステムを構築だこの水位を維持したい、よってここに清水弁を設置だ。でも上流の方が水位が高いので工夫が必要。自然蒸発しにくい3マス幅で一段高く積もう。これなら緑地下範囲も広いしな。と思ったけどコストの少ない設計に変更。うちのレイムさんはケチ。まだ生産力が低いんだからしゃあなし。おいキノコの収穫が終わったのに在庫が減らんぞどういうことだ。ビーバーは生のキノコは食べません。発酵させてください。このグルメ3名。では発酵場建設ってこれ動力50必要なのか。生産地の近くに建てたいが動力がねえ。仕方がないのでエンジン裏の隙間に建設。無計画の都市開発でだんだんと村がごっちゃりしてきた。こりゃそのうち再開発かな。でちょこっと道を拡張してたら悪潮12日が到来。期間短いから楽勝かな。清水弁の自動切り替えはちょい漏らしするも問題なーし。薄めたらわからんのレベル。クレーター貯水庫も無事を確認。貯水もそれなりに溜まっております。その貯水を自動化するためハッパー。低コスト自動化工事。清水弁周りはこんな感じ。一気に放水することはない場所なので清水弁1個の簡単設計。板の在庫がいっぱいになったので、団結の炎を混入じゃー。団結して倉庫の在庫をさばくのだ。着工2日程度で貯水クレーターの清水弁が完成。これでここの貯水がなくなるまで、中央クレーター庫の水が自動で常にいっぱいに満たされるぜ。それでは自動化スイッチオン。よし問題なく水門が開いたぞ。もうビーバーの数を爆増でもさせなきゃ水に困ることはないぜ。まあ前回のシリーズではビーバーの数100匹程度だったし、今回はハードでどこまで養えるか試すのも面白いかもね。パソコンの限界にチャレンジ。さすがにその前に水足りなくなるって。あー麗しき我がカルデランド。忘れかけてたがそんな名前の村だったな。鳥間繋がった貯水湖は水源3個のみだから、本流の水源5個の方も貯水できるようにしたいね。そして貯水湖完成と同時に団結の炎も完成。ビーバーの団結の力で速攻で倉庫の在庫処分が終わった。まあ倉庫が狭いからまたすぐいっぱいになりそう。だな。うわおっととおっとと。水だばー。私のセリフ取らないでもらえますかね。使用料をお支払いください。怒るな早口になってんぞ。さっさと水位調整せい。0.9 だとダメか。じゃ 0.8 で。低くても何ら問題ないがギリッギリを攻めるレイム。いずれは中央クレーター湖の底下げ工事もしたいので、今のうちから固定の枯れ木を撤去。ダムに沈んだ村みたいな風情があってこれはこれで見た目好きだけどな。工事の邪魔だからダメ。ちょい漏らししたので水門を追加建設。細かい修正入りまーす。翌日完成。これにて悪使を完全攻略。ではお次は貯水湖の貯水量を増やすためのせき止め工事と、遠い山まで丸太を担ぐ大変なお仕事。ビーバーたちの福利厚生のため尻尾の装飾アイテムをご用意。ってちょ待てー。右の私の顔はまだわかるが、左なんか偉いことになってんぞ。つかこんなアヘ顔いつ撮ったんだよ。盗撮です。おまわりさんこの人です。
てへ。自分のばっか可愛らしいの用意しやがって。巣が可愛いので、ドヤ顔すな。ビーバー増殖の時間だー。梅を増やせよ血に道よ。一気に増やすとまたやらかすかな？それはそれで取れ高増えるとか思ってんだろ？ばらさないでよ。いのー、ちの水。貯水湖があるのでもうめったなことがなければこの村が揺らぐことはあるまい。貯水湖の方は口を開け排水が微妙に遅いね。綺麗な水が汚水と混じって上に上がってから、背面に流れ排水してるから時間がかかるな。まあ自動で動いてるからこのままでいいか。適当だな。で貯水湖の追加せき止め工事の進捗はこんな感じ。つかそもそもハード難易度だとここまで貯水できるか怪しい感じがある。ああ麗しのカルデランド。いろいろやらかしたがなんだかんだで順調に発展してきてるぜ。おっと無職ビーバーがいるじゃないか。貴様は建設作業員になれ。働け、もっと働け。どんどんだったどんどどんだった。自分でやらせておきながらこれはちょっとかわいそうな気も。ビーバーイーツが丸太を長距離お届け。てなわけでフォークテイルでいうとこの、ジップラインポジの管路とかいう高速移動施設をアンローク。移動速度がプラス 300% とかいうビーバーが中でバターになりそうな速度だ。施設は駅と管と上に施設建てれる管の3種類。この穴の開いてるところを繋いで、管路ステーションで出入りする感じかな？ふむふむ、上に施設建てれるタイプは板の消費が多い程度で大体そんな感じだね。ステーションはこんな感じで下から管通せそう。むしろ地下に埋めて地下鉄でもいいかも。これ下にも穴開いてそうだな。で山の上に鉱山を建てて繋ごうと思ったんだけど、これ山までの道を整備せにゃならん。まあそうだろ。他にやるべき工事があるのにここに工数かけれるかおい。そんなわけで管路建設工事無期限停止です。便利そうだけど目先の仕事を優先することにした。だってまだマリサのアヘ顔スタンプ完成してないし。いやそれ作るのに加工した板が必要だぞ。は？うちの村加工した板なんて作ってないし。つか原料の松屋にすらねえしな。糸かなし。とりあえず保管するための倉庫をマシマシ。板の在庫もまたいっぱいになりかけてるぜ。で松屋に用の松を植林。松屋に採取まで14日ほどお待ちください。採取するためのタッパーの小屋もアンロックと。結局管路なしでせき止め工事が完了。しかもアクシをもうすぐ来るのに貯水そこまで溜まってない無駄工事だった。まあいつかは貯水できるかもだし一応マックスまで貯水できるようにちょい追加工事。多分意味なさそう。そして水門作ったのにちょい漏らししつつアクシを9日が襲来。水門ちょい上げで微調整。発酵所ではキノコの在庫がなくなったので、次は大豆を発酵させようとしたら菜種油が足りず。発酵させた大豆って納豆かと思いきや油を使う別物であったか。このグルメ3目。松の植林終わったので森番はリストラ。ここにはタッパーの小屋を建てるよ。無慈悲。あら可愛らしい。生産量こそ少ないものの、爆薬と生成物の設置が少しずつ進んでおります。頑張れー。っていうか爆薬工場増やせばいいじゃん。気づくの、おせー。舌打ちすな。では追加で汚水ポンプも、っておけない？今では修正されておりますが、この時はこのようなバグが残っておりました。バグならしゃあないということでこちらにホイットな。プールとかも一部置けない環境でした。工場を増やすと毛がビーバーも増える。こうなったらボットを導入だー。ナンバークランチャーさんのおかげで研究ポイントは潤沢。一気にボット関連全開放だぜ。こんな感じになりそうろー。エンジンの下には中くらいの倉庫があってボット部品を保管して、上に運んで組み立てる構造。またエンジンが村に増えてちょっと不安。ボット部品生産に必要な材料は、小さい倉庫を作って運搬員に運んでもらいましょ。細かい気配り。ボットをブーストする制御タワーなるものもホイット。まずはボットの生産をボットにやらせる予定の配置。でボット用の潤滑油を作るグリス工場。ってこれ生産に菜種油必要やないかーい。こりゃいい加減菜種を栽培せんとダメだ。てか納豆作るのに必要だから準備は始めてたんだけどね。川のそばの最初の農地で栽培開始だぜ。さてそろそろ木材加工所も建設と。これで松ヤニが採取できたら、加工した板も供給されるようになるぜ。マリサのアヘ顔公開まであと少し。こら。植林エリアを少し削り菜種の面積をアップ。菜種油以外と使用用途多いな。収穫した菜種から油を絞り取る搾油機も建設。原料運ぶの面倒だがグリス工場の近くになった。いのー、ちのみ
9日という短いアクシオがサクッと終了。では加工板や菜種作り忘れた問題がもうちょっとで解決するところで最後に街の様子を見て締めましょ。狭いところに無理やり建てた発酵場。目の前に迫る壁を見つめるのが彼のお仕事。ビーバーの増殖速度に村の開発は追いついていけるのか？ずらっと並んだ繁殖ポット。梅よ増やせよ地に道よ。建設途中のボット関連施設。なお約束通り建て忘れてる施設あり、気づいた君は名探偵だ。そうなの？本稼働が始まった貯水湖。これが満水になる日は来るのだろうか？放水量を調整すればできなくもなさそう。じゃあ板在庫処分で作られた団結の炎を見つつ今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、グッドボタンをお願いいたします。励みになります。続きが気になる方はお見逃しのないよう、チャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。